みんな済んだもんだよ。今日はアルプスの絶景だけじゃない、もっともっと奥深いスイスの魅力に迫っていくのだ。スイスってチョコレートと時計くらいしか知らない？それもそうだけど、実はね、スイスは世界で一番国境を越えて移動が自由な国なんだって。どうしてかって、それはね、秘密。今日はそんなスイスの驚きのニュースをなんと3つも紹介しちゃうのだ。中でもずんだもんが一番マジでってなったのが2つ目のニュース。スイスの57万人の外国人が突如永住権を取得する可能性なのだ。なんでって思ったそこのあなた、実は新しい EU との条約で57万人もの外国人がスイスでの永住権をゲットできちゃうかもしれないんだって。これは EU、エフタ諸国の国民がスイスで5年間働けばもう無条件で永住権 C 許可がもらえるようになるからなんだ。今までみたいに仕事があるとかお金持ちじゃなきゃダメなんてことはなくなるんだって。2027年頃には国民投票を経てこのビッグチェンジが実現するかもしれないのだ。他にもスイスの最新情報が盛りだくさん。この動画を見て面白かったって思ったらぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくなのだ。さあみんなで一緒にスイスの魅力を深掘りしていくのだ。アルプスの美しい山々に抱かれたスイスはヨーロッパの中心に位置するなんだか素敵な国なのだ。首都はベルン。古くから中立を守ってきた歴史を持ち、現在は連邦共和制というちょっとユニークな政治体制をとっているのだ。人口は約870万人ほど。この国といえばやっぱりチョコレートとチーズ、そして時計が有名だよね。精密な技術と豊かな自然が織りなす文化は世界中の人々を魅了しているのだ。最近は再生可能エネルギーへの移行や金融技術の発展にも注目が集まっているのだ。知れば知るほど奥深い魅力がある国なのだ。一つ目のニュースなのだ。スイスのアイデンティティの侵食SVP 移民排斥案を擁護という記事なのだ。スイスで人口1000万人を超えないようにしようという移民抑制案が出ているのだ。これは過度な移民はインフラや生活の質を圧迫し、スイスのアイデンティティを失わせるという右派政党 SVP の主張なのだ。でも反対派は移民は経済成長やイノベーションに不可欠だし、労働力不足を補うためにも必要だと言っているのだ。政府もこの案は国際的にスイスを孤立させ、EU との自由移動協定を危うくする可能性があると懸念しているのだ。最終的な決定は国民投票で決まるのだ。2つ目のニュースなのだ。スイスの57万人の外国人が突如永住権を取得する可能性という記事なのだ。スイスでは新しい EU との条約により57万人もの外国人が永住権を得られるようになるかもしれないのだ。これは EU、エフタ諸国の国民がスイスで5年間働けば無条件で永住権 C 許可を取得できるようになるからなのだ。これまで EU、エフタ国民がスイスに住むには仕事をしているか十分な財政力があることを証明する必要があったのだ。この新しい協定は2024年12月にスイスと EU の間で締結された条約に基づくもので、スイスは EU の市民権指令を採用することになるのだ。これにより EU、エフタ国民はスイスに5年間住めば仕事の有無にかかわらず永住権を得られるようになるのだ。この変更は2027年頃に国民投票を経て実施される可能性があるのだ。3つ目のニュースなのだ。スイス、帰化規則の統一へ動くという記事なのだ。スイスで帰化のルールを統一しようという動きがあるのだ。これまでカントンごとにバラバラだった帰化の条件をもっと平等にしようとしているのだ。
早ければ5年で申請できるようになるかもしれないし、フェデラルガバメントが唯一の管轄になるかもという提案もあるのだ。ただ、フェデラルカウンシルはカントンたちの権限を侵害するとしてこの提案には反対しているのだ。でもカントンごとの条件の違いが機会の不平等を招いていることは認めているのだ。そこでカントンたちにもっとシンプルで統一された手続きを一緒に考えてくれるようにフェデラルカウンシルはお願いしているのだ。インタビューの記録方法についてもフェデラルカウンシルは調査していて、立点レコードがあればもっと確実になるんじゃないかと考えているのだ。スイス、魅力的な国なのだ。移民抑制案に永住権取得の可能性、幾何規則統一の動きと人々の暮らしに直結するニュースが続くなのだ。この変化、どうなるか注目だね。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。